こんにちは、のすけです。4月に行われる予定のモド PC の展示会に向けて、そろそろ沸騰冷却 PC を展示会仕様にアップデートしようと思ってパーツを物色していた時に、こんなページを発見しました。サーマルテイクのモド PC コンテスト、毎年世界規模で開催されているみたいです。で、2024年のコンテストで使われたこのケース、斜めに置けるこの感じ、沸騰冷却 PC に最適かも。ということで、サーマルテイクのザ・タワー300を提供してもらいました。なので、今回は紹介動画プラスアルファとなります。なんで、沸騰冷却 PC に最適なのかは動画の後半で。ということで、開封の儀。箱の大きさから察していましたが、想像していたよりも一回り大きい。マイクロ ATX に対応するケースで、幅 342mm、奥行き 281mm、高さは 551mm、容積は 52.9 リットル。同じシリーズで ATX に対応する600とミニ ITX に対応する250があります。できるだけ小さい方が好みなんですが、ミニ ITX のマザーボードは高くて買えないので、マイクロ ATX が搭載できるケースにしました。このケース、カラーバリエーションも豊富で、計12色がラインナップされています。今回は大人の事情でブラックになりましたが、マットなブラックは安っぽくなくて良い感じ。横、後ろ、横、前。お分かりいただけたと思いますが、このケースは八角形のタワー型です。なので上から見るとこんな感じ。PC ケースイコール長方形という固定観念に縛られない良いデザインだと思います。フロントは3分割の強化ガラス。プッシュリリースで簡単に着脱できます。こんな感じで勢いよく外れることもあるので注意。強化ガラスなのでこの程度では割れませんでした。ガラスを外すとこんな感じ。他の色だとツートンになっているので、そっちの方がおしゃれな感じになります。天井のカバーはパワーで取り外し、プラスチックですが質感は良いです。リアのパネルを取り外し、サイドのパネルを取り外し、サイドのパネルは磁石でくっつくタイプでした。フィルターもついています。あとフロント下側のパネルも外せました。天板にはこんな感じでパカッと開くブラケットに排気用の 140mm ファンが2つついていました。フレームの外観はこんな感じで塗装のムラなどなく良い感じのクオリティになっています。こういう端のところが折り曲げてあるのは好印象。PC 組み立て時に手を切らなくて済みます。ということでパーツを取り付けていきます。今回の構成はこんな感じ。まず CPU とメモリー、SSD をマザボに取り付け、そしてケースに組み込みます。このケース、マザボの取り付けがインチネジなので、ちょっと注意が必要です。ネジを締めます。締めます。締めます。次は電源の取り付け。ケースについているブラケットを取り外し、電源にブラケットを取り付けます。電源はサーマルテイクのタフパワー 850W。こんな感じでスライドさせて押し込みます。電源はファンが下、吸気になるように取り付けています。ネジを締めます。締めます。締めます。こんな感じでフロント側からコネクターが見えるので、電源の上のケースとの隙間を通して必要なハーネスを電源に接続。マザーボード側のコネクターの位置を確認しながらハーネスを接続。電源スイッチやオーディオの配線も接続。マザーボードの下側とケースの隙間が狭いので少し苦労しました。次は CPU クーラーの取り付け。
2月に発売された新製品を提供してもらいました。360mm ラジエーターの RGB 簡易水で、ポンプヘッドがインフィニティミラーになっているようです。ケース側面のラジエーターブラケットを取り外し、ちなみにこのケースは 420mm までのラジエーターに対応しているみたいです。ブラケットをラジエーターに取り付け、ネジを締めます。締めます。締めます。ラジエーターを取り付け、ケースを縦にした方が取り付けしやすかったです。ラジエーターブラケットのネジを締めます。締めます。ポンプヘッドのブラケットを取り付け、大前なので AMD 用を使います。CPU グリースは MX4 を使用します。ポンプヘッドを取り付け、後から知ったのですが、インフィニティミラーの部分は取り外しができるので、外した方がネジが締めやすいと思います。ラジエーターのファンが RGB なので、円盤のファンも RGB で揃えることに。もともとついていたファンからブラケットを取り外し、140mm の RGB ファンに取り付けます。このファン、マグネットのデイジーチェーンになっているので、配線がシンプルになってとっても良いです。D-PAX で余ったファンは電源の上に配置。この向きだと吸い込みになります。次はグラボを取り付け。このグラボ3連ファンの 300mm なんですが、余裕でケースに収まりました。400mm までのグラボに対応しているようです。もう一つ提供してもらったものがありました。フロント下側パネル用の LCD スクリーン。接続は USB。ケースに付属していた専用のパネルに取り付け、パネルをはめるとこんな感じになります。配線を整えて完了。配線はケースのフレーム近くにあるフックみたいな部品にまとめるのが良さそうです。忘れてました。ケースの背面パネルには 140mm のファンが取り付けできるようです。なので天板から取り外したファンを取り付けます。背面のファンは排気になるように取り付け、ただ背面のファンは裏配線と近いので、裏配線をきれいに整えないと巻き込み災害が発生しそう。ちょっとテクがいるなと思いました。最後にフロントガラスを装着。強化ガラスは裏表両面に保護シールが貼ってありました。完成するとこんな感じ。最初はでかいケースだと思いましたが、パーツを入れるとスリムに見える不思議。バックパネルとケーブルの接続はこうなっています。天板のカバーを外してファンを持ち上げる必要があるので少し手間です。Wi-Fi のアンテナは収納することができました。ということで早速電源を投入。スイッチオン。お、動いた。問題なく起動できました。Windows をセットアップして RGB を調整するとこんな感じ。羽が光るタイプのファンなので単色で発光させた方が良い感じでした。ただグラボが光らないので左右のバランスが悪いです。斜めから見るとこんな感じ。この角度の方がかっこいい。近くで見るとこんな感じ。ポンプヘッドはインフィニティミラーになっています。5000円ほど高い上位機種のウルトラになると、ここが LCD になっていろんな表示ができるみたいです。このインフィニティミラーは取り外すことができて、回転させて向きを変更することができます。天板のファンからは RGB の光がいい具合に漏れて、良い感じの間接照明になっています。下部の LCD にはサーマルテイクの RGB ソフトで、GIF 画像や天気、時計、PC のセンサー値などが表示できるようになっています。ということでエアフローを確認してみましょう。ケースファンの向きはこんな感じ。左側にケースファンはありませんが、グラボのファンが吸気してくれるはず。FF15 ベンチを回しながら
CPU-Z で負荷をかけています。まずはケースの下側から煙を入れてみます。ケースの下側から入った空気は良い感じにラジエーターに吸われているようです。次はグラボ側から。グラボの排気はケース内をぐるっと回って円盤のファンから排出されているみたい。つまり空気の流れとしてはこんな感じ。うまく気流を制御しているような気がします。30分後の温度、最大値はこうなっていました。GPU の温度が思っていたよりも高かったです。左側にケースファンを追加したら差があるかも。最後になぜこのケースが沸騰冷却に最適なのかなんですが、この部品が肝になります。サシスタンドキット。ケースを横置きするための部品です。ちなみに組み立てはかなり固め。ケースを横置きにするとこんな感じになります。エンジンにぴったりな角度になりました。縦置きのための足を取り外して、天板側と同形状のカバーを取り付け、電源を入れるとこんな感じ。SF の人工冬眠カプセルみたいな感じになりました。で、沸騰冷却に最適なのはラジエーターのこの角度。平らでも垂直でもない45度ぐらいのこの角度。沸騰冷却は気体をラジエーターで凝縮させるのですが、CPU 側とラジエーター側で液面が一致します。ラジエーターがこのような角度でついていれば、CPU 側の液面は高く、ラジエーター側の液面は低くできます。ラジエーター側の気体の空間を大きく取れるので、凝縮の効率を上げることができるはず。まあちょっと難しいので、詳細は次回。このケースに沸騰冷却のシステムを組み込んでいきます。狙い通りの性能を発揮することはできるのか。ということで今回はここまで。高評価とハイプ、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは。